春キャベツ、新じゃがと缶詰を使って2品作ります。皆さんこんにちは。毎日の食事の支度はサクサクとできる日や、体が重くて何も浮かばなかったり、時間がなかったり、いろいろですね。今日は季節感も感じたい、野菜もたっぷり食べたい、面倒なのは嫌だ、時間のかかることはできないという方におすすめの2品です。水煮缶詰を使って出汁を取る必要もなく、うまみもプラス、タンパク質やコラーゲンも一緒にとって、スープなのかおかずなのかわからない2品のスープです。疲れたと仕事から帰宅した方でも、煮る時間は15分ほどですので、ぜひやってみてくださいね。ハッピーベジスープはスープで皆様に健康をお届けできたらと思っています。チャンネル登録していただけたらとっても嬉しいです。まず1品目は春キャベツから。5月になるとそろそろ終わりを迎える春キャベツです。今を楽しんでいただきましょう。春キャベツは柔らかくて甘みがあって美味しいですよね。ビタミン C やビタミン K、カルシウム、食物繊維のほか、うまみ成分であるグルタミン酸を含み、生で食べても加熱しても食べやすい便利な野菜です。切ってみると中が黄色がかっているのも特徴ですね。春キャベツの品種の一種であるサワー種は寒さに弱く、気候が温暖な千葉県、愛知県、神奈川県の生産量が多いそうです。お近くの方は新鮮で甘みたっぷりの春キャベツが手に入りやすいですね。今日使う春キャベツ半分は 500g 程度です。芯を残して4等分にします。なるべく柔らかいところを使いたいので、外側の2枚ほどを取り外し、きれいに洗っていつものように野菜だしに使っています。芯の部分は煮ても筋が残る場合がありますが、バラバラにならずに調理もしやすいですし、成長点には栄養素も豊富なので、つけたまま煮ていきましょう。この状態で水洗いし、水気を切ります。フライパンにオリーブ油を大さじ2入れて、春キャベツの切り口を焼いていきます。中火でじっくり焼いて甘みを引き出しましょう。キャベツの焼く香りはお好み焼きの時もそうなんですが、食欲をそそりますね。両面焼き色がついたら、この鮭の中骨水煮を汁ごと加えます。缶に水を入れて2杯ほど加えました。これはお好みで大丈夫です。水煮缶は思いのほか塩分が入っているので、あなたのちょうどいい塩味に仕上げるために水分量を調節なさってください。鮭缶でも試したのですが、中骨の水煮の方が今回はよく出汁が出て美味しいと思いました。もしあればスナップエンドウの筋を取り、さよを割って加えます。これも冷蔵庫にあればでいいですよ。母の見守りが続いていて、今回は実家での撮影なので、フライパンにぴったり合った蓋が見当たりません。皆さんはぜひピチッと蓋のできるものを選んでかぶせてくださいね。キャベツも早く柔らかくなりますし、水分も逃げないですから。中火より少し小さな火で煮て15分もすれば、キャベツの甘みと柔らかさがちょうど食べ頃で、中骨からの出汁もキャベツと一体化して、こんな短時間で作ったとは思えない味に仕上がります。中骨の水煮缶を加える良い点は、ボーンブロスでもお伝えしたように、骨にはコラーゲンがたっぷりです。カルシウムも豊富です。鶏の骨もいいんですが、より手軽に摂るなら魚です。私は鯛の塩汁をよくするんですが、残って冷蔵庫に入れているとゼラチン質でプルプルに固まっているんですよね。
先日骨折した時に思ったんですが、こんなに簡単に骨折するんだと唖然としました。野菜だけでなくしっかりとコラーゲンなどのタンパク質、カルシウム、そのコラーゲン生成に欠かせないビタミン C を取りたいと思いました。そんな私にはこの春キャベツと中骨のスープはぴったりなんです。仕上げにオリーブ油をほんの少し加え、私は塩加減は缶詰だけで大丈夫でした。お好みでたっぷり胡椒を振りかけてください。ではもう一品、これもとっても簡単ですよ。新じゃが 250g とイワシの水煮缶で作ります。新じゃがのビタミン C の含有量は普通のじゃがいものなんと4倍なんです。新じゃがは収穫後間もないため水分量が多く、みずみずしい柔らかさを楽しむことができますね。今日は新じゃがをイワシの水煮缶の汁をだしに使って作っていきます。じゃがいもの芽や皮にはソラニンという有害物質が含まれていると聞いたことがあるかもしれません。新じゃがは取れたてで芽が出ていることも考えにくいので、ぜひ皮ごと食べていただきたいです。じゃがいもの皮にはポリフェノールの一種で抗酸化作用豊富なクロロゲン酸が含まれています。クロロゲン酸はコーヒーに含まれる苦味、渋みといった雑味の原因とされていましたが、近年の研究によりコレステロール値を調整する作用や糖尿病や肥満の予防効果も期待できるそうです。では作っていきましょう。新じゃがは卵と同じような大きさのものはおおよそ 50g です。同じような大きさなら5個、それよりも大きければ4個ほど用意します。皮をよく洗って一口大に切ります。お鍋に入れてイワシの水煮缶の汁を加えます。ここでポイントです。先ほどの鮭は全部一度に入れましたが、イワシの身は加えないでください。煮汁だけです。身が煮崩れすぎてしまうからです。水をひたひた加えます。生姜の千切りもあれば臭み消しに入れましょう。チューブの生姜でも大丈夫です。蓋をして中火弱で芋が柔らかくなるまで煮ます。新じゃがが柔らかくなればイワシの身を入れ、好みの量の水を足します。私は缶であと2杯入れました。お汁をたっぷりなら缶で3杯くらい入れてもいいかなと思います。あとは少量のお味噌で風味をつけますね。水煮缶に塩分がありますから、味噌の入れすぎにはご注意ください。次の日は少しお水を足して茹でたほうれん草を加えていただきました。缶詰は常備していただくとタンパク質足りないな、出汁を取るの面倒だなという時にとても便利です。魚の水には DHA、EPA のオメガ3脂肪酸も手軽に摂ることができます。国産の魚がお財布に優しくいただけるのもありがたいです。ぜひ皆さんも春のお野菜と缶詰で簡単なスープ2品を作ってみてくださいね。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人のお役に立てたなら嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。